いやしかしね、日本も桜のシーズンがやってまいりましたね。そうですね。まあ間もなくこれからまあラジコンのシーズンに入るんですけれど、G ホースも行きますよ。サーボ第2弾なんですけど、KO さんとコラボレーションでサーボを作ることになりました。ご紹介します。近藤科学のアナウンさんです。よろしくお願いします。今度は本格的なメタルギアのサーボでいきます。ですのでちょっとレーシーですよね。そうですね。はい。なのでここはKOさんと協力して協力体制を組んでタッグを組んで、すごいサーボを作りたいと思います。その名もまだ決まってないから。これからですね。まだ。僕ねゼロからサーボを作るって初めてなんですね。なるほど。KOさんとはもう長くもう30年以上そうですね。長いですよね。やらせてもらってますけど、大体出来上がったものをテストさせてもらって使ってゼロから作るのは初めてなのでとっても楽しみにしてます。そうですね。大体正美さんはもうね昔から速いサーボを渡しとけばもうあとは手でコントロールしてくれるっていうイメージがあるんで、とにかくね速くてトルクのあるものをね渡そうっていうのが今までの流れだったんで、今はもうなんか時代変わってるんですよね。今回ちょっと違いますよね。速くてトルクがあればいいっていう時代じゃないんですよね。ですね。なんかフィーリングとか路面を捉えるとか、なんかいろんな要素が加わってきて、それに今応えられるような技術があるんですよね。そうですね。なんでもういかに誰もが簡単に走らせられるサーボをねちょっと目指したいなっていう。僕たちそういうの作りたいんです。ぜひぜひ。別に皆さんがチャンピオンを目指してるわけじゃないし、そうですよね。楽しく走れるサーボを作りたいなと思います。ですね。ちょっとそこを今回はぜひ目指していきましょう。今回のミッションは、正美イズムを取りつつ KO イズムを忘れずに、そして一般的に楽しめるサーボ、そういうところを狙ってます。はい。そんなサーボが果たしてできるのかどうか楽しみにしていてください。できるんです、これが。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは KO さんおすすめのセッティングからいきます。オフロードでグランプリコースでまずは走ってみたいと思います。行ってきます。まずは KO さんおすすめのスタンダード仕様のサーボ。もうすでにいいなこれ。ギアがメタルなんで、なんていうの、強い感じですよね。トルクがすごいある。トルクがあるからコーナーでも負けないんでよく曲がる。結果として曲がる。ちょうどオフロードのそのコーナーの曲がり方、クイックに行かないじゃないですか。クイックに行くと転んでしまったり逃げたりするじゃないですか。それはいい感じで路面を捉えてくれていて、もうすでにいい感じ。僕は基本的に速くて、トルクがあればそれでいいんですけれども、おそらく一般の方っていうか、僕の場合結構プロボっていうか操作でトルク変えちゃったりするんですね。スピード変えたりもするので、でもそれを普通できないじゃないですか。で今回の製品ってその世界大会に出るために作るサーボではないので、一般的なものにしたいんですね。なのでどちらかで言ったらガバ切りっていうんですか、もう思い切りステアリングを切っても運転が楽になる。そうなんです。車が暴れないというか、空振りしないというか、うまく路面を捉えてくれるようなセッティングにしておきたいんです。なるほどなるほど。そしたらちょっとストレッチ1、2を下げていいですか。下げて、そうするとちょっと逃げるようになるんで、ガバ切りしてもあんまりこう難しくビクビクついてこなくなる。いいですね。ちょっと一回それを体感してもらうために5ぐらいずつ下げてみましょう。5で変わるんですか。5変えると結構変わる。5で変わるんですか。これでちょっとやってみてください。はい。わかるかな。わからなかったらもう10ぐらいいっちゃいましょう。はいはいはい。ニュートラル付近がなくなった。これ変わりますね。
5で分かる。ニュートラル付近がなくなりました。後半は分からない。ああ、こういうことか。これは避けたいです。なぜかというと、これ多分やりやすいんですけど、遅いサーボに感じてますね。こういう細かいところで。もったいないですね。あれだけフィーリングで差が出るんであればすぐ分かりますね。数字ちょっと変えただけなのに。だって130とかの5ってもう本当こんな数パーセントですもんね。それでもあれだけ差が出るということは、いや今のサーボってすごいですね。今のサーボすごい。またなんか変えられます？もう1個ぐらい。はい。どの辺を欲しいとかどうしたいとかあります？逆に、1のストレッチのところを目いっぱいのやつもやってみたいです。どのぐらい強くなるのか。逆の方向で。はい。いや、それでもそんなに切れすぎるってことはなくて、こっちの方が僕は印象はいいと思います。ついてくる。はい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 。ガバって切っても、ステアリングの方が先に行っちゃうってことはないですね。大丈夫。保持力を強くしたら、空回りしちゃったり、あと早く切りすぎちゃったりっていう心配があって、路面をきっちりと捉えないんじゃないかっていうふうなことだったんですけど、全然大丈夫です。しっかり捉えてます。車がいいのかなわかんないですけど、とにかくしっかり捉えてるんで全然問題ないです。もっと上げてみます。慶応さんらしさっていうことで言うと、やっぱりこういうタイプなんですよ。なるほどなるほど。トルクフルで言うこと聞くっていうのが慶応さんらしいですよね。なるほどなるほど。行き過ぎかな。もうちょっと戻した方がいいかな。でもこれが一番今のところではらしさが感じられるんですよ。これでも曲がりすぎてとか速すぎてっていう印象全く起きないんで、外でも一回やってみて、こっちの方向で行きましょうよ。わかりました。これだるくなる方向ですよね。一応ブレーキは手前ギリギリに効く方向なんですけど、はい、ただそれが場合によってはだるくなる方向に感じる時もあるんで、だるくなったように感じます。ちょっと曲がりにくくなったような気がする。ああ、なるほど。合ってます。そしたら逆に振ってみましょうかね。この違いは僕よくわかんないです。はいはいはい。ちょっと逆に振ってみましょう。これって目いっぱいステアリング切ってない時ってあんまり関係ないのかもしれないですよね。最後のダンプニングだから。曲がる。曲がります？はい。今逆に10振ってみたんですよ。この曲がり方はめちゃめちゃ曲がります。ちょっとじゃないです。ってことは多分大きくする方向だと行き過ぎちゃうってことですね。大きくしすぎない方がいい。そうですね。小さくした方がちょうどいい位置に来るって感じですね。行き過ぎてる感じあります？ちょっと曲がりすぎてるとか。そうすると多分最初と今の間ぐらいか、最初の20か。最初にしてもらいます？はい。これ今15なんですけど、20に戻してみますね。ダンピングってダンパー効果でこうギューッ切っていってニューってなるはずなんですけど、そういう感じは全然しないんですよ。だからうまくやっぱり01でうまくこう分かんないようにしてるんでしょうね。まあ一番当たり障りないかなっていうところなんですけど。これでいいんじゃないですかね。これでいいですかね。いいね。もしくはさっきと今の間とかっていうのも一応できないことはない。間か。いやこれでいいっす。あと触れるのは何でしたっけ？あとはパンチとデッドバンド。はい。デッドバンドからいきたいです。デッドバンドいきますか。狭めてみます。デッドバンドはここニュートラルのところ遊びですね。今3らしいんですけど、マックスが5なんで次5で0になると遊びが0になる。3とかでももうすでに結構敏感です。さすが慶応さんも。話がちょっと飛ぶっていうか戻るんですけど、僕が一番初めに高校生の時に世界チャンピオンになった時慶応さんのサーバーだったんですけど、そのサーバーで優勝してるのサ
サーボめちゃめちゃ強いんです、このメーカー。これが一応目いっぱい広げた5です。あ、嫌です。これいらないです。いらないってこれ嫌いですちょっと反応しなくなった感じです。もうかなりわかりますね。ですよね。はい、まああえて言えばこれは、初めてラジコン買った人がはこれです。でサーキット走行するときはさっきのがいいです。もうちょっといいやつです。3ぐらいで。じゃあまあ3ですかね。はい、で世界選手権行くんだったら0ですね。そんな感覚で合ってます？合ってます。じゃこれはいいです。わかりました。了解です。そしたらパンチ一回戻して、じゃあパンチをちょっと言ってみましょうか。やっぱり慶応さんらしさを出してほしいですね。出したいと思うんですね。僕のテイストもそうなんですけど、慶応テイストっていうのはバッチリ入ってほしいので、いろんなサーボをテストしてきましたけれど、慶応テイストってあるんですよね。同じチョコレートでもこのメーカーのチョコレートはこれがうまいとか、同じコーヒーなんだけどここのメーカーのこれは好きとか、お酒もそうなんですけど、そういうテイストっていうのがあるんですよ。でこのサーボもうすでに慶応テイストバッチリ入ってますので、このテイストを生かして、で僕のテイストも生かして、でも世界大会に出るようなサーボじゃなくて一般的に使いやすいっていう、そういうところを狙ったものにしたいと思います。かなりいいところいってると思います。だから今日一日終わらないと思うんですけど、まあ、今日テストしてもう 1,2 回製品版ができてきたらテストして決めたいですね。で今デッドバンドを元に戻して、パンチを5入れてみました。ああ、そうか。なんかトルクがあるように感じますね。そうですね。ちょっと怖いな。これちょっと難しさは出ちゃうかなっていう気はするんですけど、どうですか？これはいいっすね。いいです。これなくていいっす。ない方がいいですよね。ドロンコ路面とか良さそうですよ。ああ、はいハンドル効かないとき。これはなくても全然普通に走れます。そうですよね。この機能は。逆にちょっと難しさが出ちゃうと思うんで。クイッてきちゃうんで。自然な曲がり方がなくなりますね。ですよね。パンチはまあパンチですね。動き出しのトルクというか力を変えられる。まあこういうカーブになるでしょうね、多分ね。こうじゃなくて。これが今のところベストなセット。そうですね。これが一番いいんじゃないかなっていう真面目に走ってみます。ところですかね。いけるな。いける。いけます。これはね、分かると思いますよ。慶応テイストがちょっと慶応テイスト出てますかね。分かるでしょ。これが慶応テイストだって言ってる意味って分かりますよね。分かります。はい。OK です。一回戻ります。はい。いいです。かなりいいです。ちょっと外でも確認しましょう。はい。グリップするんでね。ちょっと保持力が高すぎるかもしれない。ダートにすると。なのでちょっと下げて。ダート路面が軽いんで。下げすぎると今度カーペットに行ってるちょっと弱いかなって感じなので、間ぐらい。いいです。オッケー。これでいいです。大丈夫です。バッチリです。オッケーです。戻りましょうか。いいところ出ました。いいと思います。カーペットでもダートでも程よく動いてくれる。もう何の不満もないです。とてもいいです。オンロードでもやりましょうか。これでオンロードでもうまく走れたら、もう全部いけるってことですもんね。それがいいですね。ではオンロード行ってみます。ツーリングカーです。先ほどまでセットを取ったサーボで行ってみたいと思います。結構ピーチーだなこれ。確かにすごいグリップだった。ちょっとやばいっすねこれ。
吸い付くように。こういうことね。こういうことね。これいけるね、このサーボ。いけるいける。いける。リップはいらない。いらない。すみません。何の問題もないですね。これでこのままでいけますね。うん。なんか変えたい部分が全くない。こっちの方がセット取りやすいんですかね、サーボって。どうなんですかね、バギーに比べて。いや、いけますね。そうですね。結構いい感じのできましたね。いやいやいや、これいいのができたんじゃないかと思いますね。これははい。これはいけます。はい。超おすすめです。これはやばいです。これはいけます。いや、これだったらどのカテゴリーでもね、どんな路面でもちょうどよく。僕一つのプログラムで一つのサーボで両方いけるっていうのができるとは思ってなかった。これいけます。いけますね。これいけます。はい、大丈夫です。いけます。はい。皆様、KO&G フォースのサーボお楽しみに。お楽しみに。まもなく登場します。